マックス・クーパー博士は1933年アメリカ・ミシシッピ州のヘイゼルハーストで生まれました。静かな郊外の町で子供時代を過ごした博士。高校時代は野球に熱中した博士でしたが、大好きだった兄を自動車事故で亡くしたことが動機となり、将来は医者になることを決意します。そして1950年ミシシッピ大学に入学、医学課程に進みます。卒業後テュレーン大学医学大学院へと進み、1957年博士号を取得、小児科医の道を歩み始めます。感染症の子どもの患者を治療する過程で遺伝性免疫不全に興味を抱いた博士は、免疫学研究の第一人者ミネソタ大学のロバート・グッド博士の下で研究活動を開始します。ジャック・ミラー博士は1931年中国の上海市で生まれました。5歳の時、結核を患っていた姉ジャクリーンさんの療養のため、一家はスイス・ローザンヌへ移住。大自然の中で妹ジャニーンさんとはよくスキーを楽しみました。博士が10歳の時、姉ジャクリーンさんが長い闘病の末亡くなります。結核という伝染病を克服できなかったことを目の当たりにした博士は、将来医者になることを決意します。そして1947年シドニー大学医学部へ進学します。大学院へ進んだ後、インターン中の1958年に渡英。ロンドン大学で免疫学者のピーター・メダワー博士とジェームス・ゴバンズ博士に師事します。両博士の研究により、移植した細胞の免疫反応にはリンパ球が重要な役割を果たしていることが解明されていました。この当時、マウスのリンパ性白血病の原因について研究していたミラー博士は、2人から強い影響を受けます。生物の免疫機能には、生まれた時から備わっている自然免疫と、生まれた後の経験により作られる獲得免疫とがあります。体内に異物が侵入すると、自然免疫の細胞が感知し、直ちに攻撃を始めます。自然免疫が防御できない異物があると、次に発動するのが獲得免疫の細胞です。クーパー博士、ミラー博士の研究で明らかとなったのは、この獲得免疫を担う B リンパ球と T リンパ球の存在です。B リンパ球は血液の血清に含まれる抗体を作り出し、それにより異物を排除します。一方 T リンパ球は血液の血球部分に含まれており、異物に直接働きかけ攻撃します。こうした獲得免疫反応は、その作用の違いにより、それぞれ液性免疫、細胞性免疫と呼ばれています。ロンドンの研究機関でマウスのリンパ性白血病について調べていたミラー博士は、研究の過程である仮説を立てます。それは、胸腺が血液やリンパ組織の中を循環するリンパ球の供給源ではないかというものでした。博士は生後間もないマウスの胸腺を摘出、白血病のウイルスを感染させ、その発症について実験を行います。するとマウスは衰弱し、リンパ球が減少していることが分かりました。次にこのマウスに皮膚を移植し、拒絶反応を検証します。移植された皮膚はリンパ球によって拒絶反応が起こるはずですが、驚くべきことにこのマウスには生着したのです。さらに博士はリンパ球にマーカーをつけ、体内の移動の様子を検証。
リンパ球は胸腺から全身に移動していることが確認されました。謎の器官であった胸腺はリンパ球を作り出す細胞性免疫の主役であることが明らかとなったのです。1961年、博士がこの成果を発表すると世界中で大きな反響を呼びました。博士はこのリンパ球を胸腺依存性リンパ球と名付け、それはやがて T リンパ球と呼ばれるようになります。 T リンパ球は移植した皮膚を拒絶する免疫反応だけではなく、 B リンパ球の働きを補助する役割を担うことも後に明らかとなりました。一方、小児科医として免疫不全の研究を続けていたクーパー博士は、ヘルペスウイルスに感染した患者を見る過程で疑問に思うことがありました。それはウイルスに対する抗体を持ちながらヘルペスに感染している人と、逆に抗体がないにもかかわらず感染に強い人がいるということでした。免疫には抗体が関係している系統とそうではない系統があるのではないか。そう考えた博士は鶏を利用し実験を行います。この当時、鳥類特有のファブリシウス脳という器官は抗体の生成に関係があると考えられていました。博士はこの器官と胸腺を摘出し、免疫機能を検証します。するとファブリシウス脳を摘出した個体では抗体が作られず、胸腺を摘出した個体には移植した皮膚が拒絶反応なく生着したのです。これにより抗体生成などの液性免疫を担う B リンパ球系列と、直接異物に対応する細胞性免疫を担う T リンパ球系列の存在が実証されました。その後クーパー博士は、人間においては B リンパ球が骨髄で作られることも明らかにしたのです。クーパー、ミラー両博士の研究成果により免疫学の基礎概念が確立し、以後大きな発展を遂げました。数多くの免疫難病疾患の病態解明が進んだばかりでなく、がんや関節リウマチの抗体治療薬など免疫に基づく数々の治療薬が開発されています。2017年の世界年間売上トップ10の医薬品のうち、なんと8品目が免疫に関するものになっています。さらに近年、抗体や免疫細胞を活用した画期的な治療法も開発されてきており、私たちの未来に豊かな成果をもたらすものと大きな期待が寄せられています。クーパー博士はシンポジウムやセミナーなどの場を通して多くの研究者との交流を重ねています。そしてこれからも研究仲間とともに臨床の現場から免疫治療のさらなる可能性を追求し続けます。ミラー博士もまた若い研究者と話し合いながら新たな課題に取り組んでいます。そして今も変わらず免疫学研究への情熱を燃やし続けているのです。A good place to start is to find a subject or field of research that absolutely fascinates you. Then find yourself a mentor whose work you admire and someone whom you think you can interact with effectively and well. Learn as much as you can about the field, about what is known already, in order to identify a central key issue or question to answer, and never quit in the middle of an experiment. Stay on course even when the results begin to look doubtful. Keep in mind, always look for the unexpected result.
for that could lead you to the pathway of discovery. It's very important in medical research to ask the right questions and to repeat your experiments to make sure your data are correct, to be completely honest about what's happening, whether it's negative or positive. And it does not matter if people disagree with your suggestions, because whatever people think may be correct, and you should never be discouraged if they disagree with you. Repeat your experiment, not once, but many times, and don't be discouraged if they are not interpreted in the way you like. And then don't be discouraged if they cannot be translated into clinical practice immediately, because it takes years from bench to bedside.